こんにちは。ヨガインストラクターのアンナです。今回は開脚前屈を深めるためのヨガストレッチをご紹介していきたいと思います。開脚前屈のポーズ、ウパヴィッハコナッサナ行うことで股関節周りの柔軟性を高めて全身のリンパの流れを良くなります。さらに骨盤内の血流の流れを良くなって女性の健康にもすごく大事なポーズです。皆さん、実は私は股関節すごく硬くて20代、30代もうこんな感じ、ここまでしかいかなかった。ヨガのおかげでどんどん柔らかくなって今回は私は実践しているポーズをご紹介していきたいと思います。はい、ではとてもお気に入りのポーズあるのでぜひ最後まで一緒にやってみてください。それでは無理しない範囲で足を開いていただいて手体の前に置いて少し骨盤ゆらゆらゆらして腰伸ばしてどこまで前屈できるかチェックしましょう。ではゆっくり無理しないで。はい、いいですよ。体を起こしてではまずは仰向けになって優しい開脚前屈のポーズから始めていきたいと思います。では両手で膝を抱えて息を吸って吐いて腰を優しく床に沈ませてそのまま 2,3 呼吸感じていきます。ゆっくり吸ってゆっくり吐いて、はい、腰をリラックスさせていきます。はい、では右手右の膝に置いて左手左膝ゆっくり股関節をほぐしていきます。では小さな円大丈夫ですよ。股関節の様子見ながら円を描いていきます。開いて回して寄せてリラックスしている呼吸を続けていきます。反対回しも行います。では開脚前屈のポーズをするために股関節の柔軟性を重要です。もう少しずつ高めていきます。もう絶対股関節無理しないようにあと一周だけ回してあげます。いいですよ。動きと見て足の裏空に向きます。足首の外側を持ってみてください。ゆっくり吸って吐きながら膝を脇に近づけていきます。足少し腰幅より広めに開いて吐く呼吸とともに膝脇に近づけていきます。生きる方はつま先の外側を掴んで吸って吐きながらもう少し膝脇に近づけてハッピーベビーのポーズで股関節の柔軟性を高めていきます。ここから早速開脚前屈のポーズにチャレンジしていきたいと思います。よかったら土踏まずを触って吐く呼吸とともにどんどん膝を伸ばして自分のできるところまで大丈夫です。ゆっくりゆっくり手で足を押して開いていきます。きつい方は足首の内側を持ってください。もしくはふくらはぎ手の重さを利用して少しずつ股関節を開いていきます。じわじわと内ももの伸びを感じていきましょう。力を抜いてもう少し腰背中床に沈ませてもうあと一呼吸入れていきます。ゆっくり膝を揃えてリセットします。吐いて膝自分の方に近づけていきます。息を吸って吐きながら頭床から浮かしておでこと膝の距離を縮めてゴロゴロ背中背骨をマッサージしていきます。は
い、では余裕があればそのまま体を起こして四つん這いの姿勢に移っていただきます。膝マット幅、足の甲寝かせて吐く呼吸でお尻かかとに近づけて、手をスルスルっと前に伸ばして顔を床に近づけて、心地の良い背中の伸びを感じていきます。一呼吸入ります。四つん這いの姿勢に戻ります。では左足から一緒に行きましょう。左足を前に運んで、両手で足を挟んで、右膝少し後ろに引いて、右の鼠径部の伸び感じていきます。左の股関節からお腹太ももに近づけて、膝足首の真上、背骨伸ばして息を吸って、吐く呼吸でゆっくり膝を伸ばします。つま先天井の方では今から太ももの裏伸ばします。とても凝りやすいところです。吸う呼吸でゆっくり戻ります。膝曲げて繰り返しましょう。吐く呼吸でゆっくり膝伸ばして、できるだけお腹太ももから離れないようにやってみてください。膝完全に伸ばさなくても大丈夫です。息を吸って、体硬い方はここぜひヨガブログを使って吐く呼吸で膝伸ばして、吸う呼吸で戻ります。呼吸に合わせてあと2回吐いて、できるだけお腹太ももから離れない。吸ってあと1回、膝完全に伸ばさなくても大丈夫です。ゆっくり吸って戻って、ラストです。吐きながら膝伸ばして、このポーズでキープします。確認しましょう。お尻膝の真上、できるだけ腰丸まらないようにもう少し長い背骨を作って、太ももの裏に意識向きます。では太ももの裏に3呼吸を送ってあげます。ゆっくり吸って、吐く呼吸で余裕があれば少しポーズを深めて、きつい方は逆も少し体を起こして、もう一度たっぷり吸って、ゆっくり吐いて、あと一呼吸吐いて、どんどん太ももの裏にストレッチをかけていきます。次は手、足の内側に持っていきます。皆さんこのポーズすごくおすすめです。ではお尻そのまま膝の真上、つま先天井の方、膝完全に伸ばさなくてもいいですよ。で肩幅もう少し手足から離して、ゆっくりゆっくり前に出していきます。体前に行かないように、なんかお尻ちょっと斜め後ろから引っ張られるイメージでは、そのまま小さな動きで体を全体的に揺らして、じわじわと太ももの裏と内ももの伸びを感じていきます。必ずどこに伸びている観察しましょう。生きる方はどんどん吐く呼吸でポーズを深めて、肘床に近づける方は近づけて、無理しないでいた心地の良いポーズ探していきます。じゃあ太ももの裏にあと2呼吸を送ってあげます。無理しないようにね。皆さんここまでかもしれないです。あと一呼吸。はいですよ。マットに戻ります。膝を曲げて、もう一回膝足首の真上に来るようにして、手足の内側吸って長い背骨、吐く呼吸で生きる方は肘床に近づけていきます。ではきつかったら左足少しマットの外にずらして、つま先も少し外に向けて、きつかったら肘床に下ろす必要はないです。お腹軽く引っ込ませて、ここもちょっとだけゆらゆら動きを入れていきます。左の股関節周りほぐれていく感じてください。じゃああと一呼吸入れていきましょう。
はい、ゆっくり肘床から浮かして、左足後ろに引いて、膝マット幅。吸って吐きながらもう一度お尻かかとに近づけて顔床。とても心地の良い背中の伸び感じていきます。あと一呼吸入れていきましょう。ゆっくり休んばいの姿勢に戻ります。今度右足を同じように行います。ゆっくり右足を前に運んでください。手で足を挟んで、左膝少し後ろに引いて、じわじわと鼠径部の伸び感じていきます。とても大事なところ。鼠径部リンパ節あります。どんどん体のリンパの流れ良くします。背骨伸ばしてお腹太ももに近づきます。できるだけお腹太ももから離れないように膝伸ばしてみます。吸って吐きながらゆっくり膝伸ばして、ヨガブロックを使う方はヨガブロックを使って吸い息で戻ります。繰り返しましょう。長い吐く息でゆっくり吐き切って伸ばして、膝完全に伸ばさなくても大丈夫です。吸い息で戻ります。ご自身の深い呼吸に合わせて吐いて、少しずつ太ももの裏伸ばします。吸って、あと1回だけゆっくり吐いて吐いて吐いて、もう少しだけ膝を伸ばして、イメージでもいいですよ。中太ももから離れない。今からここキープします。はい、ではもう少し心地の良いポーズ見つけましょうか。もちろん上半身少し起こしてもいいし、きつい方はいっぱい起こしてもいいです。とにかく太ももの裏の伸びを実感していきます。伸びていますか？はい、自分の柔軟性にポーズを合わせていきます。あと一呼吸太ももの裏に送ってあげましょう。で、足の内側に持っていきます。お尻そのまま膝の真上、少しお尻斜め後ろに向けて、はい、では手足から離していきます。私はいい回ここ皆さんに対面したいと思います。ではこっちの方が分かりやすくなります。結構手足から離しても大丈夫ですよ。ただ腰前に行かないように、膝も無理しないように伸ばしたまま。では上半身も少し腕と腕の間に入れたイメージ。少し体をゆらゆらゆらして、どんどん太ももの裏にストレッチをかけていきます。で、もう少しでも足から離すと、太ももの裏より内もも伸びてきます。開脚前屈のポーズを深めるためにもとても大事なところです。はい、ではこのストレッチも行うことによって足もすっきりになって足も痩せやすくなります。美脚にもつながります。はい、あと一呼吸入れていきましょうか。さあ、肘を床に近づける方は近づけてもいいし、もう少しだけ体を揺らしたい方は揺らして、あと一呼吸入れていきましょうか。ゆっくり上半身を起こしたら私は戻ります。皆さんも膝を曲げて膝足首の真上に来るように手足の内側。はい、ではここまで大丈夫です。生きる方はここ肘床に近づけていきます。無理する必要はないです。またきつかったら少し足外にずらしたり、つま先も少し、斜めに向いたり、軽く体をゆらゆら揺らして右の股関節周りどんどん柔らかくします。下半身のリンパの流れ良くなります。そう、下半身のむくみを通るとてもおすすめです。あと一呼吸入れます。
ゆっくり肘床から浮かして、足後ろに引いて、膝、腰幅より少し広めにお尻かかとに下ろして、ゆっくり吸って吐きながら子供のポーズでリセットします。もうここであと2呼吸入れていきます。ゆっくり体を起こします。四つん這いの姿勢に戻って膝を開いていきます。では無理しない範囲で膝を開きます。膝を開いてお尻かかとに近づけていきます。カエルのポーズを行います。ではゆっくり体を前にスライドさせて無理しない範囲で恥骨を床に近づきます。吐きながらお尻かかとに近づけて吸う呼吸で前。では股関節の様子見ながら繰り返していきます。きついと思ったらもう少し膝を揃えて、いける方はもう少し膝を開いて、もう少し自分のペースで繰り返します。股関節の様子見ながら、股関節周りどんどん柔らかくなっていく時間していきます。ゆっくり吐いて、ゆっくり吸って。はい、ではお尻かかとに近づけて、きつかったら少し膝を揃えて、もう一度お休みします。顔床に近づけて、手前に伸ばして一呼吸。ゆっくりもう一度四つん這いの姿勢に移っていただきます。今度右足を真横に出していきます。左膝股関節の真下、右足真横、小指まで床で少し前に歩かせます。息を吸って吐きながらお尻かかとに近づけて、内ももにストレッチをかけていきます。腰も伸びていきます。吸う呼吸で前。もう一回いきましょう。吐いてお尻後ろに引いて、吸う呼吸で前。余裕がある方少し腰床に近づけて、もう一回吐いて吸って、ご自身の呼吸に合わせてあと2回吐いて吸って、あと1回しっかり吐いて吐き切って、もうこのポーズであと一呼吸入れて内ももの伸びを実感していきましょう。体を起こしたらそのまま一回お尻床に下ろしていきます。膝を気をつけてください。右足そのまま斜めに伸ばします。では半分開脚のポーズをやってみます。骨盤少し揺らして、はい、ではもうここまでもいいし、つま先天井の方に向けるポイントです。右の太ももの裏を床に沈ませて、吸って腰伸ばして吐く呼吸で自分のできるところまで前屈をやってみます。では開脚前屈のポーズを練習するとき無理する必要はないです。もう少しずつすることによってもう効果があります。では自分の柔軟性にポーズを合わせます。では心地の良いポーズであと一呼吸だけ入れていきます。吸う呼吸で上半身残したら右膝を曲げて右足を前に置きます。お尻を伸ばしていきます。では少しゆらゆら骨盤揺らしてお尻後ろに突き出すようにして吸って腰伸ばして吐きながら前屈と少し手左に歩かせていきます。今右足前なので手左
右のお尻も少し床に沈ませて、右のお尻にストレッチかけていきます。吸って吐きながら、自分の心地の良いところまで手前に伸ばします。では、心地の良いポーズで深い呼吸を繰り返していきます。開脚前屈のポーズを目指すとき、お尻のストレッチもとても重要です。はい、では今は右のお尻の伸びを感じてください。もうどこに伸ばす、もう常に自分の体を観察。もうあと一呼吸、背中の膨らみ感じて、吐いてもう少しリラックスして、ゆっくり上半身残したら、もう一度四つん這いの姿勢に移っていただきます。反対を行います。今度左足を真横に出していきます。小指まで床につけてください。では手少し前に歩かせて呼吸に合わせます。吐きながらお尻かかとに近づけて、目的内もものストレッチです。感じてください。吸い息で、少しだけ前。もう一回吐く呼吸で腰後ろに引いて吐き切ったら戻ります。ご自身の呼吸に合わせて繰り返します。吐いて少しお腹引っ込ませて、吸って前、あと2回いきましょう。吐いて小指床まで、小指床から置かないですか？ゆっくり吸って、あと1回いきます。吐いて、もう少し内もも内転筋にストレッチかけて、腰もとても気持ちよく伸びてきます。はい、OK です。で、ゆっくり体を起こしていきます。起こしたら膝気をつけてください。お尻床に下ろして足斜めに伸ばします。では半分開脚前屈のポーズです。はい、では息を吸って吐く呼吸で前屈を深めていきます。では骨盤から動きです。骨盤前傾させたい。太ももの裏もう少し床に沈ませて、吸って吐く呼吸とともにリラックスしてポーズを深めて、ではとても心地の良い内ももの伸び味わっていきます。腰リラックス、いつでも目を閉じて、鼻から吸って吐く呼吸でポーズを深めて、あと一呼吸だけどうぞ。ゆっくり上半身起こします。今度膝を曲げてお尻のストレッチを行います。いつもヨガを行うとき膝を気をつけてください。腰を優しくゆらゆらして足の付け根確認して、息を吸って吐きながら足の付け根から前屈。今左足前なので少し手右に歩かせてください。自分の心地の良い手の位置見つけて、お尻床に沈ませて、お尻周り腰周りの伸びを感じていきます。好きなように体を揺らして、吸って吐く呼吸とともにゆっくりポーズを深めて、お尻周り腰周りお背中まで伸びてくると思います。腰痛予防にもとてもおすすめのポーズです。あと一呼吸、吐く呼吸でも少し力を抜いて、ストレッチヨガで力必要はないです。吸う呼吸でゆっくり上半身を起こしていきます。では開脚前屈のポーズにチャレンジしていきます。足を開いていただいて、手体の前に置いて、まずは骨盤しっかり起こしていきます。一番大事です。骨盤後傾したまま前屈のポーズをできません。では意識的に骨盤も
くさん揺らして起こしていきます。皆さん、骨盤揺らすことによって骨盤内にどんどん血流の流れ良くなって、いろいろな女性の健康に大事な内臓刺激されて、更年期症状、生理不順、もう産婦人科トラブルにもうすごく効果的な動きです。もうこんな感じでゆっくりゆっくり骨盤前傾させながら少しずつお腹床に近づけていきます。自分のできるところまで結構です。できるだけ腰丸まらない、腰を伸ばして骨盤前傾させていきます。つま先天井の方。はい、ではもう少し上半身の左右に動かします。右左、自分のペースです。股関節周りじわじわと伸びているのを感じて、はい、この動きを味わっていきます。少しずつ深くできるようになります。はい。もう少しお尻後ろに引いていきます。で、お尻に当てて、ちょっとお尻後ろに引くようにしてみて、そのままもう少しゆらゆら入れて、どんどん前屈を深めていきます。もうたくさん揺らしてください。呼吸も続けて、はい、また手前に戻して腰リラックス、足も少しだけ長くして吸う呼吸で背骨あと1センチ引き上げて吐きながら、まずはイメージからお腹を床に近づけていきます。頑張りすぎなくても大丈夫です。もう股関節周りの伸びを感じられたら正解です。少しずつ少しずつ優しくほぐします。手前に伸ばせる方は伸ばして、少しずつ心地の良いポーズを見つけて、心地の良いポーズでリラックス呼吸。皆さん、ここまでまでしかいかないかもしれない。それでは全然大丈夫です。もう少しでも体を揺らしてみてください。私たち本当にみんな柔軟性違います。もう自分の柔軟性にヨガポーズを合わせていきます。無理する必要はないです。ほぐす、とても大切です。ではでは、心地の良いポーズであと2、3呼吸を感じていきます。では息を吸ってゆっくり上半身を起こしていきます。皆さんいかがでしたか？股関節周り気持ちよく伸びましたでしょうか？では皆さんのライクとコメントは私にとって励みになるので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。